H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。私は10日と31日にハロウィンを祝います。楽しくて不思議な雰囲気に満ちたお祭りで、特に当日は様々なお化けや妖怪に仮装する人も多く、子供たちはお菓子を期待して家繰り返しのドアをノックします。トリックはトリートというキャッチフレーズがありちょっとエッチな雰囲気が漂います。しかし、なぜこの日に幽霊の仮装をするのでしょうか？その理由は、紀元前数世紀のケルト文化にまで遡ることができます。ケルト人は、10月末になると死者の魂が生者の世界に入りやすくなると信じていました。これは、一部の文化における旧暦の7月に幽霊門が開くという伝説に似ています。これらの幽霊の侵入に抵抗するために、人々は派手な服を着てパレードに出かけ、外をさまよう孤独な幽霊を怖がらせようとします。このやり方は、春節に爆竹を鳴らして二安の獣を追い払うという伝統に似ていますが、旧暦の7月に全員が幽霊の仮装をしたら、おそらく混乱が生じると思います。ハロウィーンの話に戻りますが、中国だけでなく、多くの場所でお化け屋敷のアクティビティが開始され、刺激的で恐ろしい要素が追加されます。今日は視聴者のリンさんから投稿いただいたお化け屋敷に関する超常現象の話をしたいと思います。話を始める前に、まず中断したいと思います。なぜなら、多くの視聴者や友人が自分のビデオが他のプラットフォームに移動されたと私に言ったからです。実際のところ、私は視聴者と興味深いストーリーや情報を共有することの方が重要なので、そのことについてはあまり気にしていません。なぜなら、私を代表するビデオを誰かが気に入ってくれるのは良いことだからです。やっぱり、みんなと話を共有して、気軽に話を聞ける場所を提供したいだけなんです。しかし、あるネチズンは私のビデオを元にしてアカウントを作成し、そのアカウントに、老王石という名前をつけ、ファンの数はほぼ1000人であると主張しました。例えば、チャンネルのフォロワーがどんどん増えて最終的には商品を販売し始めても、商品に問題が発生して私のところに苦情が来るのではないかなど、物議を醸すのではないかと心配になり始めました。このような状況を防ぐために、私はステーション B に特別にチャンネルを設定しました。フォローすることに興味がある場合は、ステーション B で YT レイヨーウォングを検索してください。また、皆さんにも私が証言し、確実に証言できるようご協力をお願いします。将来紛争が生じた場合に適切な人物を見つけます。以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。恐縮ですが、以下の物語は一人称で語られます。私はお化け屋敷で働いたことがあるので、台湾に住んでいる30代以上の人ならこのお化け屋敷の名前を聞いたことがあるはずです。このお化け屋敷は、大北市西門町の幸福百貨にある伝説の七お化け屋敷です。七のお化け屋敷については、17歳の妹の物語を伝える有名な伝説があります。ある日、クラスメイトと七のお化け屋敷に行き、出口まで歩いていると、突然クラスメイトが彼女の背中に貼られたメモを見つけました。そのメモには、エイズ罹患おめでとうございます。と書かれていたので妹はすぐに恐怖を感じましたがさらに怖がらせたのは腕に小さな針の刺し傷を見つけたことでした。しばらくして、彼女はエイズ検査のために病院に行くことにしました。そして、衝撃的な結果により、彼女が実際にこの恐ろしい病気にかかっていることが明らかになりました。この事件は台湾で、エイズ針の乱として知られる大パニックを引き起こし、7ホーンテッドハウスの閉鎖に直接つながった。私自身のお化け屋敷で働いた経験は、閉館の1ヶ月前に起こりました。私はエイズ注射事件を直接経験したことはありませんが、非常に恐ろしいことに遭遇しました。お化け屋敷のスタッフは、チケット販売、案内、説明、監視、お化けのふりをして人々を怖がらせる担当など、明確に分業されており、私もその一員です。
怖がらせていく過程が身に面白く、バラエティ番組のプロレスのような反応をするゲストや、フロアで奇妙な動きをするゲストなど、様々な反応を見せます。喧嘩して別れるまで楽しんでいたカップルも見たことがあります。女の子は男の子を責めました。なぜ私をここに連れてきたの？お化け屋敷全体は予想外のシーンでいっぱいですがエズハリーの混乱事件は大きな問題になりました。7のお化け屋敷の終わり。男の子は遊びに来たいって言ったでしょ。と言いました。私は隣の戸棚に隠れて、彼らが私の目の前にいるので、外に出て彼らを怖がらせるべきか考え続けました。こうやって冷戦しているのを見て思ったんですが、サラリーマンですから、よし、決まった。私はドアを開け、ドアを叩き、飛び出しました。少女は悲鳴を上げて走り去ったが、男は、待ってて、と、後を追った。この時、後ろから人だかりが来るのだろう、まばらな音がした。私が急いで、キャビネットに隠れると、男性2名、女性1名の3人がやってきました。この時、私はドアを開けて彼らを怖がらせました。わお。前にいた男女は悲鳴を上げて逃走したが、後ろにいた男性は呆然としたままだった。もしかしてこの人は恐怖で固まっていたのでしょうか？なぜなら、これは本当によくあることだからです。私は言いました。先生、先に進んでください。突然、後ろから誰かが私の名前を呼びました。シャオリン。私はすぐに振り向いたのですが誰ですか？おかしい、誰もいない。1秒も経たないうちに振り返ると、さっきの男はいなくなった。とても奇妙で、音の発生源を探そうとしましたが、沈黙がありました。お化け屋敷の環境のせいか、ちょっと変な感じがするんですが、入りたくないんです。キャビネットに戻った私は、この一連の奇妙な出来事について考えていましたが、その恐ろしい関係のせいでしょうか、私は音や幻覚を誤解し始めました。しかし、この経験によって、7のお化け屋敷に対する謎も深まり、今後どんな驚きが待っているのか気になります。ランニングマシンを使用する場合は、少なくとも5秒かかります。振り返ってまた元に戻るのにほんの1秒しかかかりませんでしたが、他に誰がいるでしょうか？私は困惑したので、忘れて、食器棚に戻り、次のグループが来るのを待ちました。足音が近づいてきました。大丈夫。これはとても大胆で人間味を感じます。正面の通気口から誰かが通りかかって直接開けるのが見えました。どうしたの？誰も。私はすぐに煙くじゃらになり、誇張ではなく、鳥肌が額に直接押し寄せました。すぐに無線で監視カメラに聞いてみた。今、私の前を誰か通り過ぎましたか？と言うと監視カメラその人はもうすぐそこです。先に隠れてください。という感じでキャビネットに戻りました。恐怖の、戻ってきたら、足音が聞こえた。私も人が通り過ぎるのを見てフロントの通気口を開けました。おお。幸いなことに、今回は本当に人々、カップルでした。安堵のため息をつきましたが、カップルたちは悲鳴と笑い、声が次々と聞こえ、とても楽しい時間を過ごしていました。おそらく、以前の幻覚は、私がお化け屋敷の雰囲気に過剰に敏感だっただけかもしれません。しかし、この経験により、お化け屋敷に対する私の謎はさらに深まりました。おそらく、この謎に満ちた場所では、何が起こってもおかしくなく、予測不可能です。私はこれからも勤務時間をお化け屋敷の中で過ごし続け、将来もっと信じられないことが起こるかどうかを楽しみにしています。夫婦は怖くなった後、幸せそうに笑いながら去っていきました。私はロッカーに戻りましたが、今起こったことはまだ奇妙すぎると感じました。突然、ノックノックノック。誰かが私のキャビネットをノックしました。今までキャビネットをノックされたことはありません。誰かが私を見つけましたか？ノック、ノック、ノック、またノック。さて、それではドアを開けて外に出た方がいいようです。まずは少し隙間を開けて右側を覗いてみた。不思議だ、誰もいない。では、左側はどうでしょうか？
もう一度左を見ましたが、そこにも誰もいませんでした。小動物がキャビネットに当たりましたか？この時、私は今でも後悔している行動をとりました。クローゼットに戻りました。戻る時は、ノック、ノック、ノック。あれは誰だ？と思ったのですが目の前に通気口があると言ったのを覚えていますか？私は、誰かが片方の目を細めて反対側から覗いているかのように、通気口の中に目があるのを自分の目で見ました。突然頭の中に声が現れました。その声は、ドアを開けてみてくださいと言ったものでした。そこで再びキャビネットの扉を開けてみましたが、目の前には何もありませんでした。悪寒を感じ、心臓の鼓動が速くなりました。もしかしたら緊張しすぎて幻覚を見てしまったのかもしれません。何が起こったのか理解しようとしましたが、謎の叩く音と目の様子はまだ説明できませんでした。この経験により、お化け屋敷の恐ろしさをより認識するようになり、未知のものに対する好奇心や恐怖心が強くなりました。私はクローゼットの中に残り、次の冒険が私に何をもたらすだろうかと期待していました。シャオリン。私はびっくりしてドアを押し開け今度は前に走って社員休憩室に戻りすぐに上司にこのことを伝えました。上司は、どうしてそんなことが起こるのでしょうか？今まで誰もそんなことは経験したことがありません。と言いましたが私は、本当に、上司、もう本当に無理です。と言いました。この時、監督官が、まずは休んでから、私がいつも休憩中に行く宮殿までついてきてはどうでしょうか。と言い休憩時間になると監督官のバイクに乗って宮殿へ向かいました。彼がよく行ったお寺。ドアに入った後、私はいろいろなことを尋ね始めました。マスターはジゴンマスターです。マスターは言いました。お化け屋敷を建てるのですか？私は言いました。マスターどうやって知ったのですか？マスターは言いました。あなたは人々を怖がらせました。彼らは彼らを怖がらせて返します。私は完全に唖然として、先生。私は、ただ仕事をしているだけです。と言いました。マスターはワインを一口飲んで、そうですよ。だから、あなたに危害を加えることはありません。私が掃除を手伝ってあげるから、さあ、と言いました。あの人は？カップルで？上司はすぐに私に話すのをやめなさいと言わんばかりの視線を向けました。マスターは身をかがめて微笑んで言いました。それはカップルの問題ではなく、お化け屋敷で一緒に遊ぶ相手の問題です。あまり心配しなくても大丈夫です。もう彼に迷惑をかけない限り、彼は大丈夫です。もう来ないでください。仕事は続けなければなりません。私はこの不思議な体験の背後にもっと複雑な物語があることに安心しました。私は上司の同意を得て、再びお化け屋敷での仕事に戻りましたが、私の心は常にこの謎の人物に対する好奇心と謎でいっぱいでした。これがお化け屋敷の冒険の楽しさなのかもしれない。しかし、私は言葉を言いました。この時マスターは言いました。そうです。でもあなたは私を怖がらせて、私はあなたを失いました。これからは仕事に仲間が必要です。私はすぐに目を見開いて言いました。一緒に働きに来ませんか？いいえ、本当にそうではありません。マスターは環境がとても良いと感じて滞在することに決めたと再度言いました。私はうなずいて、はい、マスター、わかりました、と言いました。そして、主婦が私に連行をし終えた後、私に、遅れて、私たちは帰りました。上司は玄関で私を見て、今は人が足りないので、まだ帰らないでください、と言ったので、私は上司に、この件は会社で対応してもらえますか？と尋ねました。上司は、仕方がありません、と言いました。それを処理します。それから私は、はい、監督者、7日間待ちますと言いました。7日以内に誰か見つかったらやらないよ。じゃあ、7日経っても見つからなかったら、まだやらないよ。上司は、それは良くて誠実だと言いました。それから彼は私を会社まで車で送ってくれました。私はマスターからもらったをぎゅっと握りしめて仕事に行きました。仕事を休んで、私は幸運に恵まれているかもしれません。
7日が経過し、監督者は一時的に誰かを見つけました。私は安堵のため息をつき、謎の人物のことがまだ気になりましたが、この経験を横に置き、仕事に集中することにしました。師匠のも聞いているようで、少しずつ良くなっている気がします。おそらく、これは運命であり、お化け屋敷から出ることは私にとって新たな始まりでもあります。この時、上司が笑顔でやってきて、明日辞めてもいいよ、ちょうど人が見つかったんだ、と言い、はい、とても喜んで家に帰りました。幸いなことに、その後は何も起こりませんでした。でも一つだけ言えるのは、お化け屋敷に幽霊がいないなんて思わないでください。きっとあなたの後ろで幽霊が遊んでいるのでしょう。この観客は本当に猛者で、仕事が終わるまで帰ろうとしなかったのだと思いました。あなたも？仕事が終わるまで我慢する手段はありますか？仕事を辞めるまでは生きていけないと思います。ところで、7お化け屋敷はこの幽霊のせいで閉店したんですよね。次に、超自然的なビデオを一緒に見ましょう。遊園地には、お化け屋敷や川が流れるなどの乗り物がたくさんあります。ぴょうぴょう川はあらゆる年齢層に最も人気のあるレクリエーション施設ですが、あなたが川に浮かぶのが好きなだけではなく、アピアオも川に浮かぶのが好きです。あるネチズンは友達とピアピオヘをするために遊園地に行きましたが、信じられないビデオを撮影しました。次に、超自然的なビデオを一緒に見ましょう。このビデオはあまりにも明白です。ぴゃぴゃう川の水槽に、ぼんやりとした幽霊のようなぼんやりとした人影がはっきりと現れました。ネットユーザーらは、遊園地で起きた超常現象の痕跡ではないかと推測している。この恐ろしいビデオは、遊園地での不思議な現象について再び熱い議論を引き起こし、また、娯楽施設での超常現象について人々の好奇心と謎に満ちたものになりました。どう思いますか？それは本当ですか？それとも嘘ですか？メッセージを残してお知らせください。遊園地のお化け屋敷に幽霊がいるだけではなく、ぴよぴよ川にも幽霊がいる可能性があります。何があっても、より多くの善行を行い、良いことを言い、前向きな姿勢を維持している限り、幽霊に悩まされることは本当に避けられます。今日のプログラムはここまでです。コメント欄にはもっと超自然的な話があります。聞きたいトピックがございましたら、メッセージを残してお知らせください。超自然的な物語をお持ちの場合は、ぜひ私に投稿してください。私はまた次回。